夢日記。財布をなくす夢。気がつくと自分は現実世界とオープンワールドゲームが混ざったような世界で、与えられた3つのミッションをクリアして、デイリーミッションの報酬をもらって、どこかのマンションの一室でくつろいでいた。各ミッションのぼんやりとした記憶はありますが、後半で起こる出来事に動揺しすぎたため、ほぼ忘れてしまいました。一つは何か超能力みたいな力を使って戦っていた気がします。話は戻って、部屋の中でくつろいでいると、突然ファストトラベルで、市役所のようなところにワープをした。自分の肉体は自動運転状態で、置いてある申請書のようなものに何かを書いて、他の添付書類とともに、それらを窓口に提出した。手続きが終わると、自分の意思とは無関係に、ついでなんですけど、と切り出して、生活保護ってどうやったら受けられるんですかと尋ねていた。それを聞いた窓口の人は、ものすごいスピードで書類をその場で用意しだして、各種ハンコもどんどん押していくので、黙っていたらこのまま生活保護が決定してしまうんじゃないかと思って、今度は自分の意思で、すいません。多分自分、生活保護の受給要件ではないと思うんです。と言うと、受付の人は、口をへの字に曲げて、大量の書類を捨てようとしたので、ちょっと待ってください。なんか一応後で、見てみたいんでその書類もらえませんかと言うと、なんで生活保護受ける気ないならいらないでしょ。なんで欲しがるのと言われてしまった。確かにそれはその通りではあるんだけど、どういう内容が書かれているのか気になってしまって、結局、頼み込んで書類をもらうことに成功した。市役所に来た時はファストトラベルでワープしてきたが、帰りは自転車が用意されていたので、夕暮れ時の大通りを走っていると、いつもズボンの右ポケットに感じるはずの固形物の感触がないことに気がついた。自分はいつも右ポケットには財布を入れているので、しまった、市役所だ、と思い、急いで自転車を U ターンさせて市役所まで戻ると、運よく窓口に財布が置きっぱなしになっていた。窓口の人に、すいません、財布出しっぱなしで忘れて帰っちゃったみたいで、この財布、自分のものなので、持って帰りますね。自分のものなので、と言って、ほっと胸を撫で下ろしながら市役所を後にした。窓口に置いてあったし、すぐに取りに戻ったから盗まれてはいないだろう、と考えて財布の中を確かめずに自転車に乗り込んでしまったが、自転車を漕いでいる途中で、急に心配になってきて、一応、財布の中身を確認しとくか、と思って確認してみると、中はすっからかんで、お札どころかクレジットカードとか免許証まで、全部盗まれていた。うわぁ。お札だけなら仕方ないと諦めるけど、他のものも全部盗まれてるわ。と顔面真っ青になって、人生の最後とばかりに絶望に浸って、正直、自丸も考えるほどにむちゃくちゃ落ち込んだけれど、免許証とかも入っていたので、これで闇金とかからお金を借りられたら大変だ、と思い直して、もう一度市役所に戻って、窓口の人に詳しい話を聞きに行こうとしたら、マンションの部屋の中にワープしていた。この時は、頭の中がパニック状態だったので、ワープしたことを特におかしいとも思わず、市役所に向かうために、すぐに部屋を出て、エレベーターのボタンを押して、下から上がってくるエレベーターを、今か今かと待ちわびた。エレベーターがようやく登ってきて、開くと同時に乗り込み、すぐさま1階のボタンを押して、閉まるボタンを連打すると、扉が閉まる直前に、隙間から腕が伸びてきた。一度ドアが開いてそこにいたのは、スーツを着た細い体型の20代後半の男で、予備校のパンフレットを手に持って、これだけ受け取ってください。これだけ受け取ってください。と差し出してきた。自分は、はい。わかりました。と言ってパンフレットをもらうと、男はエレベーターに乗らずに、ドアが閉まった。自分は1階に降りている途中に、もう1回確認しとこう、と思い、ポケットから財布を出してみると、自分の財布は黒なのに、なぜかピンク色でビニール製の若い女性が使いそうな財布になっていた。ここで、あれ？
もしかしてこれって夢？これ夢だわ。よかった。とまるでドッキリにかけられた人みたいな気持ちで目が覚めました。今回は本当に夢であってくれて安堵しました。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。チャンネル登録お願いします。